通勤通学中の皆様おはようございます。プクタの世界時事ニュースのお時間です。さあ本日はですね、実写版ラプンツェルからの話題になります。以前ですね、我らが親善大使レイチェル・ゼグラーさん主演ディズニー実写版白雪姫の大失敗を受けまして、このプロジェクト中止になっていたと言われていたんですが、今回ですね、なんと皆さんこれ再始動したようです。現在ですね、この主要キャラクターにスカーレット・ヨハンソンの名前も上がっているということで、これ様々なメディアが報じておりますので、本日は一体何が起きているのか詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあそれでは本題です。こちらね、見えておりますが、皆さんついにですよ、ついに来てしまいました。中止になったはずの実写版塔の上のラプンツェルのプロジェクト再始動したと報じられました。いやーもうね、この作品についてはですね、様々な噂があったんですね。あの人がキャスティングされるんじゃないか、こうなるんじゃないか、ああなるんじゃないか。このチャンネルでもね、これに関してはお伝えしてまいりましたが、今回ついにプロジェクトが本格的に動き出したと。で、ちょっとね、これに関しては、もしかしたらね、誤訳するような記事もね、日本で出回るんじゃないかなという懸念も、プクタ個人的にはありまして、そのあたりね、ちゃんと見ていきましょうね。でね、記事に入る前に以前も少しお知らせさせていただいたんですが、YouTube にね、ハイプという機能が実装されてるんですね。これはグッドボタンと別なんですが、皆さんね、無料で週に3回、気に入った動画にね、これを押すことができます。で、これ PC からはできなくって、基本的にね、スマホのアプリからすることになるんですが、コメント欄をね、左にスワイプすると、これね、確認できるようになりますので、もしね、まだ今週の分使い切っていないよという方いらっしゃいましたら、もうこれ土曜日でしょ。もしね、余っていたらでいいんで、ハイプしていただけたらなと思います。明日もね、動画ちゃんと出てくると思いますが、これ来週になったらまた回復しますんでね、よろしくお願いします。これね、タンゴっていうのは、塔の上のラプンツェルのことです。これ、モツレルと言いまして、これが現在ですね。塔の上のラプンツェル、実写映画がディズニーで再始動。スカーレット・ヨハンソンが主要な役で出演を、サークリング。ということで、早速ですが、こちらですね。サークリングとあります。こちらが本日のキーワードになります。Circle。ということで、こちらね、イラストもありますから説明不要ですね。名詞では円形、動詞では円を描くという意味になります。つまり、circling っていうのは、これの現在分詞形ということになりますね。で、今回のようなね、こういうね、映画、テレビ業界の記事においては、このね、circling っていうのは、円という意味ではなくって、椅子取りゲームをイメージしてください。この椅子が獲物、つまり役ですね。この周りを円を描くようにぐるぐる回って、そこに座るかどうかを検討しているというニュアンスです。つまり、ここではね、この circling っていうのは、検討中という意味になるんですね。これはね、このテレビ、エンタメ系の記事の見出しでよーく出てくるワードです。だから業界用語と思っておいていいかもしれませんね。他の業界ではあまりね、こういった使われ方しないので、この業界のキャスティングの記事でよく使われるワードということになっています。ということで、こちらは、塔の上のラプンツェル実写映画がディズニーで再始動。スカーレット・ヨハンソンが主要な役で出演を検討中。ディズニーは今年初めにこのプロジェクトを無期限で中断していたが、実写版塔の上のラプンツェルの制作を再開している。キャスティングはまだ固まっていないものの、スカーレット・ヨハンソンがマザー・ゴーデル役の候補として上がっている。ということでですね、皆さんどうやらこのプロジェクト本格的に再開しているようですね。これね、様々なメディア伝えておりまして、こちらもそうでしょう。こちらもそうですね。こちら ABC もバラエティの記事引用してこれを伝えているんですね。で、ABC といえば親会社ディズニーですから。これめちゃくちゃな情報ではないということなのかもしれませんよね。で、こちらね、デッドラインになるんですが、ちょっとね、皆さん気をつけていただきたいのは、ここですよ。スカーレット・ヨハンソンがマザー・ゴーデル役での出演を検討していると。ここまさにね、サークリングありますね。なんですが、これをね、Google 翻訳しますと、ちょっとしてみましょうか。ここわかります？スカーレット・ヨハンソンがマザー・ゴーデル役に抜擢されたとのことですと。このようになってしまうんですね。で、もしかしたらね、これ Google 翻訳しただけのニュースサイトとかが、スカーレット・ヨハンソン抜擢されましたよと伝えるかもしれませんが、これ誤訳ですからね。スカーレット・ヨハンソンになるかもしれませんが、現状ではあくまでも検討していると。このように伝えられています。で、もうね、皆さんご存知かと思いますが、この実写版ラプンツェルの企画というのは、あれが原因で中止されていました。ディズニーは2025年3月公開の実写版白雪姫が商業的に失敗したことを受け、4月に塔の上のラプンツェルの制作を一時停止した。しかしその後数ヶ月のうちにスタジオのリロ&スティッチの実写版が世界興行収入で10億ドルの大ヒットを記録。関係者によると白雪姫とリロ&スティッチの最大の違いは文化的な関連性にあったという。
1937年に公開されたオリジナル版白雪姫は、すでに現代の子供たちにとっては人気の対象ではなくなっていた。大丈夫でしょうかこの分析。なんかそこが問題じゃないような気もしますが。一方、2002年公開のリロ&スティッチは人気が衰えたことがなく、ディズニープラスでは常に上位に位置し、2024年だけでリテール売上が26億ドルを超えていた。このね、リテールセールスというのは、興行収入とは別のね、グッズだとかライセンス料を含めた売上のことです。これが26億ドルを超えていたと。そしてこの後ですよ。しかもその巨額は、スティッチが劇場に再登場する前の数字だった。ね、これすごくないですか？だからよくディズニーがね、あれだけ興行の失敗をしていて、なんで潰れないのなんてよく言われますが、グッズだとかライセンス料が、とんでもないことになってるということですよね。ディズニーが塔の上のラプンツェルに同じような若年層への訴求力を期待しているのは明らかだ。ということでね、問題はそこじゃないような気もするんですが、この塔の上のラプンツェルだってね、DEI 全開で言ったら、多分白雪姫ルートでしょ。ちょっとね、これもどうなのかなと思いますが、さもね、実写版リトルマーメイドがなかったかのような分析ですよね。ということでね、この実写版の塔の上のラプンツェル、本格的にね、このプロジェクト再開したということなんですが、一応ね、現在名前が挙がっているのは、こちらですね。これ、ゴーデル役。これにスカーレット・ヨハンソンの名前が挙がっていると。だから問題はね、やっぱりここでしょうね。ラプンツェル。これが誰になるのかということですよ。これね、まだ現在名前が挙がっていません。以前はね、これ、こちらにいます、ピューちゃんだったんですよね。フローレンス・ピュー。サンダーボルツでおなじみの彼女ですが、名前が挙がっていました。で、その時にね、このね、フリンライダーのオリジナルの声優、ザカリー・リーバイなんですが、皆さんご存知ですか？このフリンライダーの声優さん、これ、シャザムですからね。この人ね、ザッカリー・リーバイというんですが、劇中の歌もちゃんと歌っておりまして、非常に才能のある役者さんなんですが、この人ね、本名がザッカリー・リーバイ・ピューって言うんですよ。で、この実写版ラプンツェルのラプンツェル役にピューちゃんがキャスティングされるんじゃないかという噂を聞いて、同じピュー同士でピューピューと言って、共演できたらいいねみたいなことを言っていたという話ね、以前お伝えしましたが、そのぐらい、このザッカリー・リーバイがその話を知ってるくらい、このラプンツェルにピューちゃんがキャスティングされるんじゃないかという噂は非常に大きく広まっていたんですね。なんですが現状ね、再始動したという現時点においては、まだその名前は上がっていません。どうですか皆さん。誰になると思いますか？そもそも、本当にね、ゴーデル役がスカーレット・ヨハンソンになるのであれば、こちらね、すべての設定が変わって、チェックボックス的に、シンシア・エリボとかになっちゃうんじゃないんですか？大丈夫でしょうか？でもさすがにないか。ダンはね、白雪姫の大惨事を受けて、中止になってるわけですから、さすがにないか。ラテン系とかね、アジア人になったりしないんでしょうか？大丈夫でしょうか？いやー、主人公白人にするか？プクタはね、この塔の上のラプンツェル、大好きなんですよ。どうですか皆さん。プクタね、このラプンツェルっていうキャラクターがほんと大好きで、多分ね、プリンセスの中だと一番好きかもしれないですね。パークのフェイスキャラクターでもプクタ一番好きなんで、ラプンツェルが。プリンセスの中でね、次にシンデレラかな。いやー、本当にいいキャラクターなんですよね。だからこれね、もう本当に何のひねりもいらないです。もう頼むから実写化するんだったら、イメージを変えずに実写化してくれ。もうプクタが望むのはそれだけですね。もうそれさえ守っていれば、これね、ヒットすると思うんで、もうとにかくね、シンシアエリボにならないことだけを祈っていますよ、プクタは。こちら、エンタメ系のニュースアカウント、これ伝えていますね。これね、今みんな言ってるのがこれなんですよね。スカーレット、申し訳ないけど、キャスリン・ハンの方がいいと思うよ。この人、アガサの人ですね。マザー・ゴーデルね、この人が敵役なんじゃないかとかねてから言われておりまして、この下もそうですね。キャスリン・ハンがその役をもらえなかったから私はこの映画をボイコットするつもりだ。ね。もうボイコット税が出ているというね。こちらもそうですね。正解は一つだけと。塔の上のラプンツェルに実写リメイクなんて必要ない。作品はすでに完璧な形で完成している。白雪姫のリメイクが失敗したことで、ディズニーの実写路線が回を重ねるごとにどれだけ疲弊しているのか、もう十分に示されたのではないだろうか。アラジン以来、まともに良かったリメイクなんて出ていない。それが何よりの証拠だ。この後にね、リロ&スティッチが大当たりしてますけどね。で、こちらね、デス・アスングフィルムになりますが、引用見てみますとね、こちらもそうですが、キャスリン・ハンにするべきだと。ここもそうですね。キャスリン・ハン、キャスリン・ハン、キャスリン・ハンと。その下もそうです。こちらね。そしてこの下もね、キャスリン・ハン、キャスリン・ハンということで、このマザー・ゴーデル役はね、キャスリン・ハンにするべきだという意見がネットではね、大半を占めているという状況になっています。ということで皆さん、これね、ラプンツェル役発表されたら大騒ぎになると思いますよ。はい。
ということで本日はですね、一時中止となっていました実写版ラプンツェルのプロジェクトが本格的に再始動。現在、マザー・ゴーデル役にスカーレット・ヨハンソンの名前が挙がっているという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか？いやー、まさかね、こんなに早くこのプロジェクト再始動すると思いませんでしたね。もうしばらくやらないのかななんて思っていましたが、だって白雪姫から半年しか経ってないでしょ。一応ね、この関係者曰く、そもそも白雪姫というのはIP としてね、古すぎたから当たらなかったんだと、このように考えているというんですね。果たして、このね、実写版塔の上のラプンツェルが DEI 全開の実写映画になるのか、それとも白雪姫の汚名を返上するディズニー実写映画になるのか、それら全てはね、これまで様々な噂がありましたラプンツェルのキャスティングによると思うので、ここはね、ほんと注目しておくといいんじゃないかなと思います。ちなみに監督はね、グレイテストショーマンのマイケル・グレイシーが現在ね、交渉を続けているとのことです。皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか？スカーレット・ヨハンソンがもし抜擢されるとしたらどう思われますか？ぜひ感想を聞かせてください。ということで本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた通勤通学中にお会いしましょう。